歩くだけで必ず太ももが細く締まっていきます。皆さんこんにちは。今日は太ももが歩くだけで細くなる方法をご紹介をしていきます。前回紹介しました動画の歩き方について非常にたくさんコメントをいただきました。正しい歩き方をもっと解説してほしいというお声ですね。今日はさらに前回の動画ではお伝えできなかったことを細かく話をしていきます。この動画をしっかりと理論から学んでいただくと、必ずこの動画を見終わったあなたは太ももが一回り細くなる習慣と知識を身につけています。一緒に頑張りましょう。前回ですね、お話をしていました歩き方なんですが、皆さんは歩くときにどのような意識をしていますか？歩く瞬間、踏み込む瞬間、どこに力が入っているか少し考えてみましょう。これがめちゃくちゃ大事で、どこの力を使って歩くか、これだけであなたの足が太くなるタイプ、細くなるタイプが決まると言っても過言ではないです。どうでしょうか？ 3 択にしましょうか。1番が歩くときに一番力が入るのがふくらはぎがいいと思う方、もしくは普段すごくふくらはぎが疲れる方。2番は太ももの裏側。3番がお尻ですね。どこに力が入るのがいいか、もしくは普段自分が歩いててどこに力が入ってるかちょっぴり考えてみてください。その場でね、歩いてもらってもいいですよ。3、2、1。はい、どうでしょうか？自分の中で今出した答えを覚えておいてください。今からその解説をしていきます。1、2、3番、どれが一番効率よく足を細くしてくれるのか。はい。では前回の動画の簡単なおさらいです。歩くとき人は後ろに足を蹴り出して歩く。これがすごく理想的な歩き方です。と言いました。逆に前に足を出そうと思って歩いている方は太ももが太くなったりふくらはぎが疲れてしまう。そんなお話をしてきました。というのも人が歩くときはおへその下、丹田、身体の重心点、体のですね、一番重たい部分、ここをつま先の位置よりも前に出すとこけそうになって転倒を起こします。そのためその転倒に対して反射的に足を出す。つまり転倒の繰り返しが歩行というふうに言われます。なので足を前に出すんではなくて、足は後ろに蹴り出して歩くんですよというお話をしてたと思います。ここまでは前回のおさらいです。さらに言うと、足を後ろへ蹴り出すときにどこの筋肉に力が入るか、この出した瞬間ですね。まずふくらはぎ、太ももの裏側、お尻、さっきの3択ですが、一番力入ってほしくないところは1番のふくらはぎです。というのも、歩くときふくらはぎを蹴り出しすぎる、もしくは足裏で地面を踏もうとしすぎるとむくんでしまったり疲れたり、そして足がひどい方はつってしまったりします。これも人体のメカニズムを理解すれば簡単なんですが、歩くときこの丹田を前に運ぶ筋肉というのは股関節と言います。この曲げる起点になってくる丹田に一番近い関節、ここを後ろに蹴り出す筋肉、ここを使えれば一番効率よく簡単に踏み込むことができます。それが大臀筋、見えますか？このお尻の筋肉ですね。歩くときにこのお尻の筋肉、股関節の伸展と言います。ちょっと伸展難しく聞こえますが、めちゃめちゃ簡単。足を体の後ろに出すことを伸展、前に出すことを屈曲って言います。曲げる、伸ばす。この体の後ろへ足を伸ばす伸展の動きに一番パワフルに働くのがこのお尻の筋肉です。そしてお尻の筋肉を使って地面を蹴り、その力が太ももの裏側やふくらはぎを伝って最後にちょっぴりふくらはぎの筋肉で地面を押すサポートぐらいの感覚です。というのもふくらはぎの筋肉っていうのは足首を伸ばす動き、そしてちょっぴり膝を曲げる動き、このぐらいしかね効果がないです。しかも筋肉のボリューム見たら分かりますが、全然大きさが違いますよね。めちゃくちゃでかいパワフルなお尻、それに対してちっちゃなふくらはぎ、そして重心点に近いか遠いか、もうどこを使えば効率よく体を動かすことができるかっていうのは明白だと思います。なので歩いた後とか夕方からふくらはぎがむくんでしまう、疲れてしまう、ひどい方は寝てる時につってしまうっていう方は、歩いている時にこのちっちゃなふくらはぎで頑張って踏みしめたりとか地面を蹴ろうとしてしまっています。砂浜とかで歩くと分かりますが、こうやって地面をね蹴って砂を後ろに撒き散らすような歩き方をしちゃう方、これはね非常にふくらはぎ使いすぎてますから注意が必要です。移動的には股関節を伸展、伸ばす筋肉、このお尻の筋肉が縮み後ろに思いっきり蹴り出す。そしておへそが前方に動き重心が移動しますね。そこからももの裏側やふくらはぎの方に力が伝わっていくので、なんとなくのイメージですが、お尻 70%、太ももの裏側 30%、ふくらはぎ 10% みたいな感じで力を使う割合が真ん中の方が強くて末端に行くごとに小さくなっていきます。これね、筋肉の性質を見ればわかりますが、お尻はでっかな筋肉、車で言ったらベンツです。
馬力がめちゃくちゃでかい。でも持久力がね、あんまりない。それに対してふくらはぎはちっちゃい、もう軽音みたいな感じ。そんなにめちゃくちゃでかい力は発揮できない。馬力は弱いけども、長時間動くことができる。持久力のある筋肉です。なので皆さんは立ってる時に、立ちシュートで8時間経ってもね、別にふくらはぎの筋肉、しんどいけどもなんとか立ち続けることができますね。これに対してお尻の筋肉というのはパワフルなんだけどもそんなに長い時間使えないので、正しくスクワットができる人はこの姿勢ってめっちゃお尻しんどいです。でもこの姿勢でさすがに8時間はね、過ごせないです。どんなに筋肉が喜ぶことか、プルプルすると思います。はい、そのぐらい持久力に違いがあるし、性質、馬力の違いもあるので、体の性質上ではお尻をしっかり使って蹴るのが一番。そこから補助的にもも裏、そしてふくらはぎという風に使う筋肉をシフトしていくというのが理想的な状態です。やっぱりこれだけの知識ですが、歩く時に自分がどこに力を入れているのか、どこで踏み出しているのか、これって見た目の動きは同じ動きをしていても体の中で起きている現象とか筋肉の使い方は全員違うんです。極端な話で言うと右足と左足で違ったりします。右はすごくふくらはぎ疲れるけど左はお尻がめちゃめちゃきついとか、そういう方はすごく体がねねじれてる状態です。あとは歩いてて骨盤歪みが出たりとか、スカートやシャツが横によじれてくる、カバンがねじれていってしまう、歩き方に筋肉の左右差が出てきていますから、これはね、歩くときぜひともまずは意識をするところから始めてください。こんな言葉にしてしまえばすごく簡単なことなんですが、知ってる方と知らない方では全くこの先の足の形が変わっていきます。なのでこの動画を通じて単純に習ったことをするではなくて、学ぶことの大切さ、同じ動きを見てもどこを使っているのか、同じストレッチをしていてもちゃんとそれって伸ばしたい筋肉が伸びているのかな、自分で感じて考えることが大事です。これをしないとやってみて自分があったから人にも勧める。でもこれって自分がやったことが人に合うかってその人の体を見ないとわからないし、その人自身も考えたり感じながらエクササイズをしないと間違ったことをすると余計に悪化してしまうこともあります。なので皆さんは今僕がお話ししていることをしっかりと理解した上で、普段歩くときに自分はどこを使っているのか見たときに、この歩き方って正しいのかな、ちょっとね考えてみてください。はい。では今の知識を踏まえた上で、ここから足が細くなってくれる歩き方、さらに疲れも出なくなりますし、足もつりにくくなりますから、ぜひここからストレッチ頑張っていきましょう。では最初に歩くときお尻を使えているかどうかの簡単なチェックをしていきたいと思います。まずお尻を触ってみてください。わかりやすいように筋肉のスパッツを見ながらいきますね。一歩足を後ろに引いて、この時に大臀筋というのがこのお尻の筋肉です。すごくパワフルに股関節を伸展する、後ろへ伸ばす筋肉です。ここの筋肉がちゃんと収縮できる方は、膝を後ろへ出す時にこのお尻の筋肉が見えますか？キューッと硬くなってるの分かりますか？縮まってる感じ？筋肉が収縮縮んで硬くなって横にエクボができてきます。後ろ、体よりも後ろへ足を伸ばす動き、股関節の伸展でお尻がちゃんと硬くなっている方はうまく股関節、お尻を使えています。これに対してお尻が下がっている方やうまくお尻が使えていない方は、足を後ろへ伸ばした時に太ももとかふくらはぎばっかりに力が入ってしまって、全然お尻がねびくともしないですね。ピクピク動いてくれないです。これが慣れてくるとお尻の筋肉だけこうやってね、縮める戻す縮める戻すっていう動きができてくるので、お尻で蹴った力が地面に伝わり、しっかりと丹田を前方に動かすということができるようになってきます。なので今からやっていくのは、しっかり股関節を動かせるようにするエクササイズ。その後に少し股関節を伸展した状態で屈伸する動き。これでちゃんとお尻を使えるようにしていく。この2ステップでしていきたいと思います。では早速やってみましょう。はい、まず股関節の伸展を出すときに邪魔をするのはこの太ももの前の筋肉です。ここをしっかり伸ばすために足を前後に開き、かかとを持ち上げます。はい、この太ももの前の筋肉、大腿四頭筋を伸ばしていきましょう。はい、では足を後ろに引いてお尻を前へ突き出します。このももの前の筋肉が伸びる感覚はありますか？壁がある方は壁とかね掴んどいてもらって構いませんから、支えにして必ずやるべきことは骨盤がまっすぐ垂直です。その時に腰が反るとももの筋肉が縮んできますから伸びません。必ず骨盤を垂直にしてお尻に、さっきの部分ですね、お尻の筋肉に力を入れてももの前にピンと張り感、伸び感を感じてください。しっかりと自分のお尻、分かりにくい方は触ってください。
体よりも後ろへ足を伸ばすときはお尻に力が入れば正解です。余裕がある方はこの状態深く曲げ伸ばし、しっかり前、後ろ、お尻は硬く、下腹も薄く。いいです。入れ替えましょう。今度は反対側。骨盤がしっかりと垂直に立った状態。お尻と下腹に力が入りますよ。はい、このままキープ。太ももの前が伸びてきます。少しね、わかりやすいように向きを変えます。皆さんはこのまま。こういう形です。足が後ろ、腰幅ぐらい。ちゃんとこの前伸びてますか？これが縮まってて足をね、後ろへ出すときに邪魔をしちゃう方結構多いです。太ももが硬いと引っ張られて反り腰になったり、下腹ぽっこりの原因にもなっています。お腹の下、お尻。必ず力を入れたまま。余裕がある方は深く曲げ伸ばし。ちゃんともも前が伸びてますね。呼吸をしながら、あと4つほど呼吸して。はい、いいです。今度はそのまま足を引っ張ります。膝を曲げて後ろへ。これでもお腹をしっかり引っ込めて。はい。膝が体よりも後ろ。この時にももが硬い人は腰が反ってきます。お尻が使えない人、たるんでる方もこれが特徴です。しっかりお腹を薄くして、はい、このまま膝を後ろに引くと、強烈にももの前が伸びてきますね。手で持ってるのがしんどい人は、このように壁に足を挟んでしまって、置いてもらうと、手は楽になりますね。しっかりと伸びているももの筋肉を感じましょう。長く息を吸って、ゆっくり吐いて、大腿直筋というど真ん中の筋肉と外側、内側、一つ奥、4つの筋肉から構成されています。自分の伸ばしている筋肉、感じてください。いいです。入れ替えます。今度は反対側です。壁とか掴んでもらっていいので、股関節を伸展、後ろへ伸ばしましょう。どうぞ。鼻から息を吸って、ゆっくり吐いて、できれば姿勢を鏡でチェックしながらやりましょう。引いた時に倒れない。そして腰が反ってこない。しっかり下腹。そしてお尻に力を入れましょう。こうやって壁につけてもらってもいいです。この時はしっかりとお腹を薄く。そのまま深い呼吸頑張って。ちょっと痛いな、気持ちいいなぐらい、痛気持ちいいぐらいの状態で深呼吸しましょう。深く吸って長く吐き切ります。自分の呼吸の音が聞こえるぐらい深く吸っていきましょう。はい、いいです。ではここから股関節を曲げる、伸ばす練習をしていきます。お尻を後ろへ突き出して、はい、この時につま先反らしておいてください。つま先で踏みしめるとふくらはぎ掴みますからね。必ず足の先をまず反らしてかかとだけで踏む。よいしょ。お尻を後ろ。ここ、さっきのヒップ。この筋肉で体重を受け止める感じ。わかりますか？筋肉をね、意識するとちょっとずつわかるように変わっていきます。なんとなく動きを真似するんじゃなくて、自分の筋肉と会話をしてください。このお尻の筋肉が喜んでますね。しっかりと深く曲げれば曲げるほどお尻に効いてきますよ。これが膝が前に行く人は太ももが太くなりますから、必ず股関節から曲げる、伸ばす時にお尻。はい、いいです。これだけでも結構しんどいですね。あとは仕上げに股関節の伸展をするときにしっかりお尻を使うために壁に手をつき、できればかかとの下に 2,3 センチ分隙間を作ります。今ね、付箋があったんで付箋を置いてますが、これに触れるか触れないかスレスレ、わずかにかかとが触れるかどうか、本当にね、画鋲があると思ってください。この状態、こっからお尻を突き出して伸ばす。頭が斜め上、突き出すように。この時にかかとが動いて上げ下げしちゃう方、
かかとが上がっちゃう人はふくらはぎ使って歩いてますからね。これめちゃめちゃふくらはぎしんどくなったり太くなる原因です。かかとはこの付箋から触れたまま、かといって付箋を潰さない。軽く触れたままで股関節から曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす。もう画鋲でもいいぐらい。ちょっと画鋲だとね、めちゃめちゃ怪我するんで、それは避けた方がいいですけど、イメージは画鋲があって、画鋲の針の先端に常に紙一重でかかとがついてるような感じ。この股関節を伸展、体の後ろへ伸ばすときに、ふくらはぎ使う人はかかとが浮く。これダメなパターン。必ずかかとがスレスレ。このままで、お尻の筋肉が収縮して前に出す。この感覚が歩く時のお尻を使うイメージに近いです。最初はね、ゆっくりでいいんです。ゆっくり引いて伸ばす時にお尻張ってる、縮む、伸びる、縮む、伸びる、縮むっていうような感覚。慣れてきた方はこれを早くしても伸ばす時にお尻が入ったらバッチリです。はい。という形で最後はね、締めに10回、20回ぐらい最後のエクササイズをやって、ちょっとずつお尻に入れるイメージをしてみてください。はい。おさらいとしては、おへそから前に出していく。この時にお尻の筋肉を使って地面を蹴る。あまり先にふくらはぎ、かかとが浮いちゃう方というのはふくらはぎを使いすぎてますから、ふくらはぎ疲れたりとか、つったり太くなる原因です。イメージはもう本当に最後、もう極端な話、かかとで地面を押してるぐらいのイメージ。かかとで押す。お尻を使って地面を蹴って、最後にちょっとふくらはぎ使ってサポートするぐらい、足を大きく後ろへ蹴り出す。おへそは前へ前へ。何でもいいですから自分のイメージしやすい動き、感覚で少しずつ歩き方、意識をしてみましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ足のライン、ヒップのラインが変わっていきます。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。そして、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。